ゆっくり解説。シリーズ最高傑作は何番目？衰退していくはずの映画シリーズが大丸作で大復活した奇跡ベスト10。映画の続編って、最初は面白くてもだんだんつまらなくなって、終わっちゃうことが多いわよね。そうだな。回を重ねるとアイデアが枯渇して、同じ展開の繰り返しでマンネリ化し、評価が落ちていくのがシリーズものの宿命なんだぜ。やっぱり、続編は一作目を超えられないってジンクスがあるものね。ところがだ、限界を迎えて衰退したシリーズが、新監督への交代や原点回帰によって、劇的な大復活を遂げる奇跡のケースがあるんだぜ。え、どん底から大ヒット作として蘇るってこと？ああ、その裏にはビジネス戦略だけでなく、監督の強い執念や主演俳優の情熱といった泥臭いドラマがあるんだ。そうやって蘇った作品がシリーズ最高傑作として歴史に名を残すこともあるのぜ。それは熱いわね。どんな作品があるのか早く知りたいわ。それじゃあ今回は、オワコンの危機から蘇った奇跡の大復活映画ベスト10を解説していくぜ。第10位、スタートレック2、カーンの逆襲。第10位は、1982年公開のスタートレック2カーンの逆襲だぜ。予算を大幅に削られるという絶望的な状況から、シリーズの寿命を決定づけるほどの最高傑作に大化けした奇跡の作品だ。スタートレックって有名な SF 映画よね。でも、第一作目からピンチだったの？ああ、1979年の映画第一作目は、約4400万ドルという巨額の制作費をかけたんだが、物語の展開が遅くてな。ファンや評価からは、スローモーションピクチャーなんて揶揄されるほど、退屈な映画だというレッテルを貼られてしまったんだ。莫大なお金をかけたのに、退屈って言われちゃうのはきついわね。そこからどうやって復活したの？パラマウント映画は巨額の出費を問題視して、なんと第2作の予算を約1100万ドルにまで大幅削減したんだ。その上、制作の主導権を映画部門からテレビ部門へと移してしまったのぜ。予算が4分の1に減らされた上に、映画部門から外されるなんて、どう考えても絶体絶命のピンチじゃない。普通ならここでオワコン化するんだが、奇跡が起きる。新たに監督に抜擢されたニコラス・メイヤーが、前作の不評だった SF の哲学的な要素をバッサリ削り落としたんだぜ。難しい哲学的な部分を削って、一体どんな映画に変えたの？代わりに海洋冒険アクションや潜水艦戦のような、緊迫感のある活劇路線へと大きく方向転換したんだ。限られた空間での熱い頭脳戦を描いたことで、見事に観客の心を掴んだのさ。予算がないという逆境を、見せ方やアイデアの演出で乗り越えたのね。その通りだぜ。予算削減という逆風を跳ね返した本作は大ヒットを記録したんだ。ファンや評価からはシリーズ最高傑作と絶賛され、もしこの第2作の成功がなければ、その後の映画シリーズや新スタートレックへの展開はなかったと言われている。奇跡の復活劇だぜ。第9位、ダーティハリー4。第9位は、1983年公開のダーティハリー4だぜ。実質終わったと思われていたシリーズを、主演俳優の執念で見事に蘇らせた大ヒット作だ。クリント・イーストウッドの代表作よね。終わったと思われてたって、どういうこと？ 1976年の第3作は、相棒の女性刑事と協力するマイルドな作風になってな。第1作の反落時としてのヒリヒリした魅力が後退し、その後7年間の空白期間ができたことで、シリーズは終わったと見られていたんだ。確かに、丸くなるとハラハラする魅力は減っちゃうわね。どうやってテこ入れしたの？停滞を打破するため、本作では主演のイーストウッド自らが監督に就任したんだ。これはシリーズで唯一の例だぜ。過去に被害に遭った女性による連続復讐殺人という、第一作を彷彿とさせるダークなハードボイルド路線に回帰させたんだ。自らメガホンを取って原点回帰したのね。ファンが喜ぶ要素も入っているのかしら？ああ、ハリーの代名詞、44マグナムが海に落とされ、新たに強烈な破壊力を持つ新兵器、44オートマグを使用し、ガンマニアを熱狂させたんだぜ。
新たな武器が登場するなんて、男心をくすぐる熱い展開ね。さらに序盤でハリーが放つ、Go ahead make my day やれよ、楽しませてくれというセリフが全米で大流行してな。当時のレーガン大統領が議会への牽制で引用するほどの社会現象になったんだ。大統領まで使うなんて、まさに社会現象レベルの復活劇ね。また結末では、法律ではなく自身の正義に従って犯人を見逃すという異例の決断を下し、キャラクターに新たな深みを与えた。原点回帰が実を結び、本作はシリーズ最高の興行収入を記録。エンタメとして最高傑作と評価され、鮮やかな大復活を遂げたんだぜ。第8位、ゴジラ、1984年。第8位は、1984年公開のシリーズ第16作、ゴジラだぜ。事実上の打ち切りから9年間の沈黙を破り、見事にオワコン状態から蘇った特撮史に残る復活劇だ。9年も休止していたの？世界的に有名なゴジラにも、そんな低迷期があったなんて驚きだわ。ああ、1970年代のシリーズは、ゴジラのヒーロー化や子供向け路線のマンネリ化が進んでな。1975年のメカゴジラの逆襲で興行的に限界を迎え、シリーズは終わったとされていたんだ。子供の頃は正義の味方なのが嬉しかったけど、だんだん飽きられちゃったのね。どうやって復活したの？誕生30周年を前に、生みの親である田中智之プロデューサーが復活への執念を燃やしたんだ。さらに、ファンによるゴジラ復活委員会などの草の根運動も復活を後押ししたんだぜ。作り手とファンの熱い思いが合致したのね。復活したゴジラはどんな作品になったのかしら。昭和中期の続編設定をリセットし、1954年の第一作の直接の続編として、人類の恐怖の対象へと完全な原点回帰を果たしたんだ。しかも、発展した新宿の高層ビル群に見劣りしないよう、身長を初期の50メートルから80メートルへと巨大化させたんだぜ。80メートル、高層ビル群を見下ろす恐怖のゴジラは、想像するだけで圧倒されそうね。さらに劇中では、ゴジラへの核兵器使用をめぐってアメリカとソ連が対立するという、当時の冷戦構造を反映した重厚な政治ドラマが描かれた。また、対ゴジラ兵器である首都防衛移動要塞 VTOL 機スーパー X が登場し、これが後の超兵器路線の原点になったんだぜ。リアルな政治ドラマに男のロマンあふれる超兵器の登場なんて、ファンにはたまらないわね。ちなみに、ゴジラが襲撃する新宿のシーンでは、当時人気絶頂だった武田鉄矢がホームレス役でカメオ出演しているという、昭和ファンならにやりとする小ネタも仕込まれているんだぜ。そんな裏話があったのね。今度見返すときは絶対探してみるわ。このリアル思考の原点回帰が見事に成功し、観客動員数320万人を記録する大ヒットになったのさ。後の黄金期である平成 VS シリーズの礎を築き上げた、まさに奇跡の大復活だったんだぜ。第7位、ガメラ、大怪獣空中決戦。第7位は、1995年公開の平成シリーズ第1作、ガメラ大怪獣空中決戦だぜ。どん底から這い上がり、日本特撮の歴史を根底から変えたとまで言われる奇跡の大復活作だ。ガメラもゴジラに並んで有名な大怪獣よね。でも、どん底ってどういうことなの？昭和のガメラシリーズは末期に子供向け路線へ傾きすぎた上に、大英の経営破綻も重なって低迷したんだ。1980年の作品は過去の映像の有用がメインという苦しい内容で、その後15年もの間新作が作られず、完全に終わったシリーズだとみなされていたのぜ。15年も放置されていたなんて、過去映像の使い回しで終わるなんて、ファンとしては悲しすぎるわ。ああ、だが、そこから金子修介監督や特技監督の樋口真嗣ら、熱狂的な特撮愛を持つ気鋭のクリエイター陣が立ち上がったんだ。彼らは従来の子供の味方という設定を捨て去り、生態系の変化や自衛隊の防衛出動など、徹底したシミュレーションに基づく大人向けの SF 怪獣映画へと大きく転換させたんだぜ。自衛隊の出動シミュレーションなんて、すごくリアルで大人が見ても緊張感がありそうね。
さらに映像表現も画期的だったんだ。巨大感を演出するために着ぐるみを下から見上げる煽りの構図を多用してな。実在する福岡ドームや東京タワーを精密に再現したミニチュア特撮によって、当時の日本映画の最高峰とも言える圧倒的なリアリティを実現したんだぜ。ミニチュアと煽りの構図の組み合わせで、見ているこっちがその場にいるような迫力を生み出したのね。その通りだぜ。この徹底したリアル思考の挑戦が大人たちの熱狂を呼び、怪獣映画としては異例となる星雲賞などの映画賞を多数受賞したんだ。特撮史における革命的な最高傑作と評価され、現在でも神格化されている平成ガメラ3部作の輝かしい第一歩になったんだぜ。第6位、007ゴールデンアイ。第6位は、1995年公開のシリーズ第17作、007ゴールデンアイだぜ。時代遅れのレッテルを貼られて死にかけていたスパイ映画の金字塔を、見事な采配で現代へと蘇らせた奇跡の大復活作だ。007シリーズといえばジェームズ・ボンドよね。スパイ映画の代名詞なのに、どうして死にかけていたの？前作の公開後、法的な権利闘争によってシリーズの制作が6年間もストップしてしまったんだ。さらに致命的だったのが、現実世界で冷戦が終結したことだ。ソ連という巨大な敵と戦うスパイの存在意義が揺らぎ、ボンドは時代遅れのオワコンだと囁かれていたのぜ。スパイが活躍する舞台そのものがなくなっちゃったのね。そこからどうやって現代に復活させたのかしら？この絶体絶命の危機に、5代目ボンドとしてピアース・ブロスナンが就任したんだ。彼は初代ショーン・コネリーの優雅さと、前任ティモシー・ダルトンの冷酷さを併せ持つ絶妙なバランスで再構築し、ド派手な現代アクションとして蘇らせたのさ。新しいボンドが、古き良きスパイの魅力とスタイリッシュなアクションを見事に融合させたのね。さらに本作では、上司の M に初めて女性俳優のジュディ・デンチを起用したんだ。劇中で M がボンドに向かって、あなたは性差別的な冷戦の異物よと痛烈に批判するシーンをあえて入れ、古い価値観を自ら否定することでシリーズを現代にアップデートさせたんだぜ。あえて自分たちの古い部分を認めて、自己批判することで新しい時代に適応したのね。それは見事な脚本だわ。この見事な方向転換が功を奏し、本作はシリーズの興行収入記録を更新する特大ヒットになったんだ。さらに後年発売された任天堂64のゲーム版ゴールデンアイ007が歴史的傑作になったことで、新しい世代の若者ファンを一気に取り込み、不動のフランチャイズとして完全復活したんだぜ。第5位、バットマンビギンズ。第5位は、2005年公開のリブート第一作、バットマンビギンズだぜ。完全なる歴史的大失敗で死んでいたアメコミ映画を、重厚なクライムサスペンスとして蘇らせた伝説の始まりだ。バットマンって今じゃ大人気のシリーズよね。それが死んでいた時期があったなんて信じられないわ。1997年の第4作目が、過剰にコミカルな作風や、スーツに乳首をつける奇抜なデザインでも批判されてな。主演のジョージ・クルーニー自身が自分がシリーズを殺したと、後年に自落するほどの失敗で、そこから8年間もシリーズが凍結されたのぜ。主演俳優が謝るほどの黒歴史だったのね。そこからどうやって立て直したの？監督にクリストファー・ノーランを起用し、過去の派手な路線を完全に捨てたんだ。主人公がいかに恐怖を克服し、修行を経てバットマンになったのかという内面の旅路を、徹底的に描くリアル路線で再起動したのさ。クリスチャン・ベールの肉体改造と演技も高く評価されたぜ。派手なアクションより、人間ドラマを重視したのね。でも、バットマンの秘密兵器はどう描いたの？そこも徹底的に現実味を持たせたんだ。なぜマントで飛べるのか、なぜあの特殊な装甲車に乗るのかという疑問に、ウェイン産業の軍事用紙作品を転用したというリアルな説明を与えたのさ。この説得力が、大人の鑑賞に耐えうる作品へと昇華させたんだぜ。軍の試作品をこっそり使う設定なんて、男心をくすぐられて最高にワクワクするわね。このリアリティ路線が大絶賛され、シリーズは表面で大復活を遂げたんだ。
本作の成功は行き詰まったシリーズをリブートして再生させるという手法の先駆けになり、後の歴史的傑作、ダークナイトへと繋がる伝説の幕開けになったんだぜ。第4位、ロッキー、ザ・ファイナル。第4位は、2006年公開のシリーズ第6作、ロッキー・ザ・ファイナルだぜ。還暦を迎えたスタローンが周囲の嘲笑を跳ね返し、愛するキャラクターに真の結末を与えた、涙なしでは語れない感動の大復活劇だ。ロッキーって世界中で愛されたシリーズよね。前作はどんな終わり方をして不評だったの？ 1990年の第5作は、ロッキーが全財産を失いストリートファイトで終わるという結末で、ファンから大酷評されたんだ。スタローン自身も、ふさわしい終わり方じゃなかったと長年後悔し続け、16年後に60歳で続編制作を決意したのさ。だが、メディアやスタジオからは、おじいちゃんのボクシングなんて誰が見るんだと嘲笑され、猛反対されたのぜ。さすがに還暦でリングに上がるなんて、無謀だと言われても仕方ないわね。どうやって乗り切ったの？本作は最愛の妻エイドリアンが他界し、孤独な老後を送っている哀愁漂う設定なんだ。ロッキーが心の中にまだ野獣が暴れていると語る姿は、ハリウッドで過去の人扱いされていた当時のスタローンの切実な思いと完全にシンクロしていて、観客の涙を誘ったんだぜ。俳優としてのスタローン自身の人生とキャラクターが完全に重なっているのね。それはエモーショナルだわ。ああ、劇中で息子に放つ人生ほど重いパンチはない。どれだけ強く打たれても前に進み続けられるかだという名言は、自身のキャリアの激しい浮き沈みを経験した彼だからこそ言える、魂の言葉として映画史に残ったんだ。胸に深く突き刺さるセリフね。公開された後の評価はどうだったの？予想を大きく覆す大絶賛だぜ。試合シーンには本物のプロボクサーを起用し、実際のボクシング中継番組の演出を完全再現するリアリティも高く評価されたんだ。酷評の汚名を返上し、後のクリードシリーズへと魂を継承する奇跡の復活劇となったんだぜ。第3位、猿の惑星、創世紀ジェネシス。第3位は、2011年公開のリブート第1作、猿の惑星創世紀ジェネシスだぜ。過去の遺物として葬り去られようとしていた SF の金字塔を、最新技術と圧倒的なドラマで蘇らせた奇跡の作品だ。猿の惑星って昔からある有名なシリーズよね。どうして終わったと思われていたの？ 1968年の第1作は名作だが、続編を重ねるごとに予算が削られクオリティが低下してな。2001年のティム・バートン監督によるリメイク版も、ラストの不可解な改変がファンを困惑させて大不評だったんだ。だから本作も公開前は、どうせまたリメイクだろと、冷ややかな目で見られていたのぜ。ハードルが下がりきった状態からのスタートだったのね。そこからどうやって世界中を驚かせたの？最大の勝因は最新技術と役者の神演技だ。本作は特殊メイクを完全に廃止し、アバターを手掛けた WETA デジタル社による最新の CG 技術を採用した。主人公のサルシーザーを演じたアンディ・サーキスの繊細な表情が、猿を単なる獣から葛藤する主人公へと昇華させたんだぜ。人間じゃなくて猿の視点で描いて、完全に感情移入させる脚本が見事だったってわけね。その通りだ。人間のエゴで虐げられてきた猿たちがついに反旗を翻す中、シーザーが人間に向かって初めてノーと叫ぶシーンがあるんだ。これがシリーズ史上最も鳥肌が立つ衝撃的な瞬間として、単なるパニック映画を熱い革命ドラマへと変貌させたんだぜ。猿が初めて言葉を放つ瞬間、想像しただけで鳥肌が立ってゾクゾクするわね。このエモーショナルな反乱劇が低い期待値を完全に裏切り、世界的大ヒットを記録したんだ。オワコンの空気を吹き飛ばし、オリジナルに勝るとも劣らない傑作、シーザー三部作という奇跡の女子誌を完成させた。まさに伝説の幕開けだったんだぜ。第2位、ミッションインポッシブル、ゴーストプロトコル。第2位は、2011年公開の第4作、ミッションインポッシブルゴーストプロトコルだぜ。主役交代の危機に瀕していたトム・クルーズが、
自らの命を懸けた狂気のスタントでキャリアを大逆転させた胸熱すぎる大復活劇だ。トム・クルーズの代表作なのに、主役を降ろされそうになってたの。ああ、前作の公開当時、トムの過激な発言や気候報道で世間の好感度が急落してな。興行収入も落ち込み、パラマウント映画から契約を打ち切られかけたんだ。本作ではジェレミー・レナーへの主役交代が本気で検討されていたほど、トムのキャリアはまさに崖っぷちだったのぜ。今じゃ信じられない大ピンチね。そこからどうやって巻き返したの？監督にピクサー出身のブラッド・バードを大抜擢し、E3のワンマンショーからチーム戦へと路線を変更したんだ。特にサイモン・ペック演じるベンジーとのコミカルな掛け合いが作品のトーンを明るくして、間口を広げた功績は大きいぜ。仲間との連携や笑いがあることで、スパイ映画がより面白くなったのね。そして最大のフックが、地上約828メートルのブルジュ・ハリファでの命がけスタントだ。CG に頼らず、当時世界一高いビルの外壁を命綱一本で自らよじ登ったんだぜ。崖っぷちに立たされた男が、文字通り世界一高いビルに登ることで自らのキャリアを救ったんだ。キャリアの崖っぷちと、本物の高層ビルの壁を登る姿がリンクしてるなんて、映画以上に熱いドラマね。この執念のスタントとチーム戦が見事に融合し、本作は当時のトム史上最高の興行収入を叩き出したんだ。主役交代の噂を実力でねじ伏せ、命がけのトムを見る映画という圧倒的ブランドを確立したシリーズ最高傑作だぜ。第1位、マッドマックス、怒りのデスロード。第1位は、2015年公開の第4作、マッドマックス怒りのデスロードだぜ。30年間もの制作地獄を乗り越え、70歳の老監督が最新の CG 映画を全て過去の遺物にしてしまった。まさに21世紀最高のアクション映画だ。30年も作れなかったの？それに老監督って、一体何があったのかしら？ 1985年の第3作以降、主演予定だったメル・ギブソンの不祥事や、テロによる通貨暴落が起きてな。さらに本来の撮影地だった砂漠に記録的な豪雨が降り、一面の花畑に変わって撮影不能になるなど不運が続き、誰もが呪われた企画だと信じて完全に終わったシリーズ扱いだったのぜ。砂漠が花畑になっちゃうなんて、神様に邪魔されてるとしか思えないわね。そこからどうやって完成させたの？ 70 歳のおじいちゃん監督が、CG 全盛期にそんな超アナログで命がけの撮影をやったの。ああ、しかも本作には文字の脚本がほとんどなく、3500枚の絵コンテをベースに作られたんだ。言葉ではなく映像で語るという純粋な映画体験を追求し、火を吹くギターなどの狂った世界観が、言語の壁を越えて世界中を熱狂させたのさ。言葉がいらないほど圧倒的な映像と狂気の世界観だったのね。特に、V8 エンジンを神と崇める狂信的な集団、ウォーボーイズの存在は強烈でな。彼らが両手を交差させて、V8、V8 と叫ぶポーズは、公開当時の日本の映画館で絶叫上映という社会現象を巻き起こすほど、ファンを熱狂させたんだぜ。映画館でみんなで叫ぶなんて、まさに伝説の映画体験ね。30年の沈黙を破って公開されるや、アクション映画の定義を書き換えたと絶賛の嵐だ。B 級アクションの殻を破ってアカデミー賞で最多6部門を受賞するという偉業を成し遂げた、圧倒的ナンバーワンの奇跡の復活劇だぜ。エンディング、まとめ。こうして見ると、オワコンと言われていた映画が復活する裏には、ものすごい情熱と泥臭いドラマがあったのね。ああ、莫大な予算やビジネス戦略以上に、監督や主演俳優の異常なまでの執念や本物へのこだわりが、奇跡を起こしてきたんだぜ。過去の成功にすがるんじゃなくて、失敗を恐れずに原点回帰したり、時代に合わせてアップデートすることが大事なのね。その通りだ。スタローンやトム・クルーズのように、どん底からでも這い上がれるという姿は、映画の枠を超えて私たちの人生にも勇気を与えてくれるんだぜ。本当に胸が熱くなるわ。私ももう一度、あの復活した名作たちを見直したくなったわ。みんなの心に残るシリーズ最高傑作や、
この映画の復活劇も入れて欲しかったという作品があったら、ぜひコメント欄で熱く語ってくれよな。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは、次回もお楽しみに。